イヤホーみんな息してる息しかしてない時までです。飽きるまで何か続けたことはありますか？飽きるまで何かを続ければ何者かになれるって。なんかそう思って自分自身もずっといろんなことをやってきました。で、今日はその続けることについて考えてみたいと思います。週末にライブ参加いただきありがとうございます。そこでやっぱり取り掛かりのハードルをまず下げるっていうね、何か物事を継続するには、そういう話をしたんですけど、自分自身もいろんなことを続けてきて、飽きるまでやったなっていう思うことが、これまで40年近く生きてきて何個あるだろうかって。で、それは10代の頃から、簡単に言うと、3つのフェーズに自分の人生は分かれていて、つまり、飽きるまで続けたことが3つぐらいあるっていう感じなんですよ。で、一番最初は10代の頃に音楽ですね。音楽にハマって、で、これはもう中学生くらいからなんですけど、そこから地元で友達とかと活動し始めて、で、大学に入ってもバンド組んで、ライブハウスとかで活動して、で、バンド解散して、そこからもしばらくはやったけど、だんだんと下火になっていくみたいな感じで、トータル10年ぐらい、10年ぐらいだったと思います。12、3歳から始めて、22、3歳ぐらいまで。だから10年ぐらい音楽やってるんですよね。で、その後は写真の道に入りました。東京に出てきて、音楽で自分が食っていけるほどの才能がないってことに気づいて、で、その音楽の周辺のビジネスを探したりもしましたよ。楽器屋さんで働こうと思って、履歴書を書いて出したこともあるし、東京には結構いろんなね、大手の楽器屋さんあるじゃないですか。そういうとこに応募したりとかね。でも全部落ちました。全部どこもこんな変態ミニマリスト、エクストリームミニマリスト取ってくれる会社なんてなかった。落ちました。全部。綺麗に書類で落とされた。綺麗にね。面接すら受けに行ってないです。で、ただ僕はその楽器好きだったんで、その楽器屋さんにね、なんとか楽器とかなんとか楽器とかあるじゃないですか。ああいうところに楽器を探しに行っては、ちょっと試しに弾いてみたりして、で、地道にね、音楽も続けてはいましたね。でもダメで、そこから写真の道に入っていって、で、その写真をね、そこからやり始めるわけで、そこからはもうずっと写真にドハマりです。はい。写真を取り巻くすべてのことに、写真表現、ビジュアル制作、ビジュアルコンテンツを作るっていうこと。そういうところを22、3歳からおよそ10年間、結局だから写真も10年くらいやってるんですよ。で、写真は運よく、いろんなね、アシスタントの時から修行させてもらって、いろんな先輩たちにいろんなことを教わりながら、で、たくさんのそのクライアントの方々にお仕事いただいて、で、活動してきました。で、それもね、自分の、活動、その仕事だけじゃなくて自分の作品を作るってことも並行でやっていて、これまで写真展を1回やったりとか、あとブックフェアに出品したりとか、ニューヨーク、アメリカのね、ブックフェアに出品したこともあります。で、東京の新宿で写真展をやったり、個展ですね、をやったりもしました。で、グループ展にも何度か参加させてもらったりしてます。で、写真集も作りました。そういう感じで自分の個人の作品なんかをやりながら同時に、フォトグラファー、いわゆる受託仕事ですね。受託の撮影をアサインメントでやっていくっていう仕事をやってきたと。で、10年ぐらいやってきて、で、なんとなくね、そこから、それもね、だから10年10年で動いてるんですよ。今考えてみたら。音楽10年やって、で、次の10年は写真をやってると。写真にものすごく集中していたと。で、その音楽から写真に切り替わったフェーズっていうのは、やっぱり飽きてるんですよ、多分。ある部分では。もちろん今でも、聞いたりとか、ちょっとまた違う音楽作ったりするのは好きですよ。で、それは結構昔のことだからもう一回それがリバイバルって形で自分の中に来てるってのはあるんだけど、好きですよ。でも、やっぱり飽きてるんですよね。
で、そういう飽きが来てからようやく写真に行ってるんですよ。で、写真も結局その10年ぐらい続けて、最後の方は結構飽きが来てたと思います。それは、毎回同じような仕事をするような飽きだったりとか、あるいは写真というものに対して、ビジュアル表現、写真というそのものに対しての飽きみたいなものが来ていると。で、それだけ毎日本当にその写真のことしか考えていなかったのが、なんかふっと緊張の糸が切れたように、なんか自分はこれから何をやっていくんだろうって、空中にその線が切れて、ポッと自分が丸裸にされたような時があったんですよね。それはちょっとコロナ禍に入るか入らないかぐらいのタイミングだったと思うんですけど、はっきりは覚えていません。で、そこからヨガです。はい。ヨガが来てるんですよ。そこから何もやることがなくなって、で、自分は何をやりたいんだろうって。音楽もやってきてダメだった。写真もやったけど、マリオ・ソレンティにもスティーブン・マイゼルにもなれなかった。アラーキーにもなれなかったし、森山大道にもなれなかった。そういうなんか写真だけで行くような、食っていくような作家にはなれなかった。そうなった時にじゃあ自分が何やるかって時に、ふっと自分というものが消えたんですよね。で、それは飽きるまでやったからだと思うんですよ。やっぱりさすがに10年やってると、いろんな慣れも出てきたりとか、知識を吸収する限界が来たりとか、自分の技術的限界が来たりとか、そういうものが来て、必ず飽きが来るんですよね。でもその10年やってきたってことは、それで食えているので、なんか失敗ではなかったと思うし、その10年間自分がやってきたサイクルとか継続っていうものが、自分を生かしてくれてるっていうか、それによって、写真によって食べてきたので、それによって自分が生かされてきたっていうところがあって、だから、それは継続ができたからだと思うんですよね。で、そこからヨガに入ってきて、今はひたすらそれからもうヨガをやるようになったと。で、もちろん写真も撮ってるんですけど、以前より格段に撮る枚数とか、撮る機会は減りました。今はむしろ、この YouTube でカメラに向かって画面の前のあなたに、でもこの部屋にはでも誰もいません。そういう不思議な状況でカメラに向かって自分で独り言を言うっていうことの方が多いです。これを、これまでやっていた商業的な写真のクリエイティブと同じかって言われると僕は結構似て非なるものだと思いますね。全く違うもの。でも何かを作っている感覚はあるんだけど、でもこの画面に向かって、カメラに向かって喋っている。ただそれだけ。でもこれも一つの自分の継続ではあると思っています。音楽、写真、ヨガっていう風なフェーズ、切り替えのフェーズで10年スパンでやってきたから、これから多分先10年間はヨガを自分はやっていくんだろうなっていう、なんか、ひらめきみたいなものが、2年前にアシュタンガの道場に入った時に、やっぱあって、これから10年はヨガの10年になるだろうなって、その時に、なんとなく思ったんですよね。で、それは、その実際的な部分でも、やっぱり自分がやってるアシュタンガっていうものが、いくらやっても、プライマリーシリーズ、セカンドシリーズ、サード、フォース、フィフス、シックスっていうね、いろんなグレードがあって、そこに到達するまでにはもう何年も何十年もかかるし、一生かけてもずっとファーストシリーズで終わる人もいるって言われてます。で、僕は多分そのタイプだと思うんですけど、セカンドにもいけない。でもそれをひたすらやり続ける。でもそれほどやりがいがあるし、時間をかけていいものだし、かけられるものだって直感したんですよね。だから、なんとなくその写真からヨガっていうシフトがスムースにいって、それと同時にこの YouTube とか他の発信が始まってます。ポッドキャストとかね、文章を書いたりとか、文章を極端に書いたりとか、そういう発信が始まってるんですよ。で、それはやっぱりその継続、飽きるまでやるっていう
ところで、飽きるまでやって、飽きたから新しいところに入れているっていうこと。それを考えました、今日は。で、一つその飽きるっていう文脈で言えることは、よくそのカメラマン時代とかに先輩からもよく言われてたことだし、自分自身も実感としてあったことがあるんですけど、それは何か一つの物事をとにかく続ける。で、続けることによって、続けることが成功、あるいは自分が何者かになるっていうきっかけになると。続けるだけでいいって。つまり、多くの人は10年間続けられる人が少ないから、カメラマンになろうと思って始めて、それを10年間やり続ければ、みんな途中で消えていくんですよね。だから淘汰されていく。だから、早く飽きる人は先に脱落していくんですよ。だから10年間やるってことは、それだけ10年間の蓄積ができていて、で、かつその10年間の間に1年目で飽きて辞める人がいる。で、2年目で飽きて辞める人がいる。で、5年まで頑張ったけど飽きて辞める人がいる。でもその次6年目まで頑張っていれば、それまでやっていた人たちがみんな辞めるので、結果的に自分がそこで何かちょっとした優位性みたいなところ、自分がちょっとだけそこで他みんな辞めてしまったから、じゃあ時丸さんに頼もうかなって、今回撮影お願いしようかなって、そういう感じに、そういうラッキーが重なって自分は10年間やれてきたと思ってます。だからそれは全て途中で辞めなかったからなんですよ。シンプルなことで。だから自分に全くその才能があるとも思ってないし、いい写真が撮れるとも正直自分では思ってないです。ずっとなんか下手くそなまま。で、10年間やってるけど、技術っていうのはそんなに進歩してないと思う。自分自身の。でももちろんその情報だったりとか経験値だったりとか、その現場での回し方とか、なんかそういうものは毎回やればやるほど、ちょっとは上達していくんですけど、それはまあ言語とかと同じようなもので、毎日使っていれば少しずつ自分の身体に入っていく。でも根本的には何も変わってなくて多分。自分のその持ち前のセンスだったりとか感覚だったりとか、圧倒的な天才に勝てない部分がたくさんあります。絶対到底追いつけないだろうなっていう人たちは業界の中にたくさんいます。で、そういう人たちが残るのはわかるんですけど、才能も実力もなくて、元々のセンスもそんなにないような自分が、10年間生き残れたのは、継続する力があったからだと思っていて、ただそれだけだと思うんですよね。ただ続けたからっていうこと。でも続けることがやっぱり難しくなっているってことです。むしろ続けさせてもらってるっていう感覚に近いと思っていて、これは個人のそのクリエイティブの活動だけではなくて会社でも一緒だと思います。会社に10年あるいは20年勤めている人ってすごいと思うんですよ。で、それはいくら窓際族でその人が仕事をしてないとしても、で、いくらその日本の法律が、解雇規制に厳しくて、なかなか雇用側から解雇できないっていうものになっている、そういう仕組みになっているとしても、その会社で10年をやり続けるっていうのは、並大抵のことではないと思うんですよね。で、会社側がやっぱりそれを許容しているし、その中で自分のポジションを見つけて、なんとか生き延びて、で、やっていると。だから、その続けるっていうことがもういかにすごいかっていうこと。でも同時に、本当は心の中ではむちゃくちゃ飽きてるって人がたくさんいると思うんですよね。でも飽きているっていうのは、結構、飽きるっていうとネガティブに聞こえるかもしれないんですけど、やっぱりいい側面があって、飽きるっていうことは一つの物事にそれだけ習熟したっていうことでもあると思うんですよね。やっぱり取り掛かりの何事でも始める最初っていうのはそれに対する好奇心が高いので、例えばランニングについてね、始めようとか、ベアフット生活について始めようとか、ミニマリズムについて始めようとか思う人たくさんいると思うんですけど、最初はやっぱりこういろいろ調べたり、どういうスタイルの人がいるのかとか、その業界でじゃあ、ものすごいなんか面白い人
一番なんかトップの人誰だとか、なんかそういうことを調べたりとか、あるいは他の世界にこういうまた全く日本とは違うスタイルを持っている人たちが海外にいるとか、そういうことを調べて勉強したりとか。で、実際のそのベアフットの方法論だったりね、ミニマリズムの方法論、じゃあどういうことから始めればいいのかとか、どういう手放しをやって、じゃあどういう道具を使えばいいのかとか、じゃあその捨てた先にはじゃあ何があるのかとか、そういう自分の実際的な実践、プラクティスに入っていくわけですけど、やっぱり、そういうふうに最初はみんな興味があるから飽きることがないんですよね。で、その飽きが来るっていうのはよほどの飽き性の人じゃない限り、やっぱり何か一つをマスターした時だと思うんですよね。なんとなく情報が入ってきて自分で実践をしてみて、いろんなことやってみて、で、やってみた上で自分の経験値となった時にようやく飽きっていうのが来ると。だから飽きているっていう状態っていうのは、実は悪い状態ではなくて、一つの物事とか自分が取り組んでいることに対して慣れている。慣れて、かつ上達しているってことです。それは始めた頃よりも確実に飽きている状態の方が一つ上達しているフェーズにいるっていうことです。まずそこを自覚するっていうこと。で、一つは飽きていることに気づかないっていう人もいます。でもこれがいいか悪いかはこれもわからなくて、むしろ僕はそれは結構幸運なことでもあると思っているし、でも危険なことでもあるって同時に思っています。さっきカメラマンになるっていうところで10年間続ける。とにかく続けていれば他の人たちが淘汰されて生き残ると。で、生き残る数が少なくなるからそこで仕事ができるようになると。ますます。で、単価も上がっていく。で、カメラマンとしての活動とか生命線が伸びていくっていうところはあるんですけど、そこで自分が飽きていることに気づいていないっていうことになると、そこで成長が止まっていることにもなるので、結局、新しく出てきた技術だったりとか、新しい技術を使っていろんな作品を作る人たちに競争力が追いつかなくなって負けてしまいます。自分は続けていて偉いっていう感じになって、で、長く続けているとやっぱり年も取ってくるので、その権威性みたいなものが出てきて、下の若い人たちとかからチヤホヤされるようになって、で、自分はすごいって思い込んで、で、そうなったらもう終わりです。多分そうなったら終わり。何事も、これ写真だけじゃなくて、自分が一番トップなんだとか、俺様みたいになったら終わりだと思っていて、で、その時には、その人っていうのは、多分、飽きること、自分が飽きてることにすら気づいてないんじゃないかなって思うんですよね。だからそうならないためには、自分が今飽きているんだっていうことを自覚するっていうこと。まあこれは本当に5年とか10年とか続けたフェーズの後に来ることだと思うんですけど、自分が飽きているっていうことをちゃんと自覚して、それが本当に自分の人生にとって、あるいは自分がそれを使って与えている人たちにとって、良い効果をもたらしていないのであれば、その物事をすっぱりやめるっていうこと、それをすっぱり手放すことも考えなければならないっていうことなんですよ。でもその見極めがやっぱり難しくて、で、それは続ければ続けるほど難しくなります。それによって特にそれだけで稼いでるとか、それだけで食っているような人たちは、自分がそれでやめてしまったらじゃあ何をすればいいかわからないっていう、数年前の僕みたいな状況になります。音楽をやめて、たまたま写真にうまく入ることができた。で、写真を10年やって、それから何もやることがなくなって、で、写真で食えなくなるかもしれないっていう状況があって、途方に暮れました。で、その時に、たまたまヨガが現れてきて、それでヨガをやり始めたわけですけど、そこで完全に写真を切り捨てるっていうところに行くまで、まあもちろん今も完全に切り捨ててはいないんですけど、つまりクライアントワークを手放すっていうところに行くまで自分は結構悩みました。やっぱりそれによってこれまで培ってきた10年の蓄積がなくなるって思ったし、これをやめてしまったら自分がこの先食べていけない、つまり生きていけないっていう恐怖があったからです。これがもし多分1、2年だったらすぐやめれたと思います。継続すればするほどやめにくくなる。やめにくくなるから難しいんですよ。
ちょっといろいろ話が深まってきましたけど、そういうふうにとにかく継続するっていうことはものすごく大事で、継続するだけで自分が何者かになれるっていうところまでいける人もいる。で、その継続っていうのはやっぱ日々のルーティンによって成り立っている。でも自分がその継続していることが自分にとって本当にいいのか。で、それを使って何か製品とかサービスを提供しているのであれば、それが相手にとって本当にプラスになっているのか。飽きるのを見極めるっていうこと。これをどうやっていくかってことだと思うんですよ。やっぱり、それは自分が使っている道具を手放してみるとか、あとは逆に新しいもの、自分が次に興味があるものを試してみるとか、そういうことに、そういう毎日の毎回の地道な方法によってしか乗り越えられないと思います。そういう地道な方法によってしか気づけないと思います。なんか旅に出てね、山の中でとか、誰もいない海辺でとか、ふと自分は今自分がやっていることに飽きているって、そういう啓示的な気づきを得る人もそれはいるでしょう。でもなかなか自分が何かに飽きているかって、本当に飽きているかっていうことを確かめるために旅に出る人っていないと思うんですよね。だから、日々の実践の中、ルーティーンの中で問いかけてみる。そしてこのビデオがあなたが自分がやっていることがもし飽きているんじゃないかなってことに気づける何かのきっかけになればと思います。でも、その気づいた時にはだから繰り返すんですけど、それがいい場合もある。でも、その継続性、自分の継続していることがもうやりすぎていて、長年同じ場所に行って、同じ仕事をして、同じ人と付き合って、自分の成長はとっくにないのに同じことをずっと続けている人。そういう時には、そういう人は何かを変えるタイミングなのかもしれません。よかったらコメントで自分がこれまで長く続けていることあったら教えてください。深掘り記事はニュースレターなどで書いています。概要欄から購読してみてください。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。今実は私の足元では無印良品の炊飯器で、米が炊かれている最中です。今グツグツ音がしてきたので、もしかしたらこのマイクに入っているかもしれません。この無印良品の炊飯器で米を炊き続けて2年。その前はメスティンを使っていました。同じ炊飯器で米を炊き続けていること、その継続性について自分は改めて考えてみる必要があるのかもしれません。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。